3つの定規を同時に使ってすごい秘密の技よろしくお願いします。お願いします。この前書いてもらった背景ですね、はい、そうの清書ですね。前回マイキーさんが書いてくれたこの素敵な背景を清書していきましょう。これは特別な紙ですか？じゃあ原稿用紙ですね。これどれくらい厚いですか？これ135キロだと思います。ちょっとそのコピー用紙だとインクがちょっとにじみそうなので。今は特に強くない方がいいとか。そうですね、普通にでもペン入れしてるのとあんま変わらない感じでやります。最後にページは全体的に鉛筆の線を消すんですか？全部ちゃんと書いてペンを入れた後に消します。消してもインクがにじんだりにじまないですか？乾いてからだったら全然大丈夫ですよ。トレースするとき何を意識して正しく書こうとしてるんですか？まあ一応トレースに関しては単純にちゃんと合わせて書けるかどうかですけど、一応パースのラインだけ間違わないように。で今はその太い線とそんなに太くない線は何の違いですか？こういう状態なのでここの部分を黒くしてるっていう感じです。なるほど。こっちも同じでこう例えばこうやってするだけでこういうこうができるわけですね。線の太さだけで窓のフレームを表現していきます。窓を描くときによくあることですね。でも窓だけじゃなくてもいろいろ使い道はありますね。いろんなとこに。この看板でっかいなやっぱり。デザインの問題、申し訳ございません。普通になんかね木とかにしとけばよかったんですけどね。ここにこの看板置いたらね他の人通るの邪魔ですもんね。海外でストリートストッパーっていう言い方があるので、本当は人をストップする。でもこのストップはだいぶ意味が違うじゃないですか。いつもシャーペンで書いてるんですか？そうですね、シャーペンで書きます。 0.5 と 0.3。 シャーペンで十分強弱とか下書きにあんまり強弱つけることないというか、分かればいいんで、強弱のつけるときはペン入れるときでもいいんで、僕らはデフォルメ的なキャラクターでも、リアル的な背景を描いてもいいですか？漫画家さんがこういうのにしてっていう指定があるんで、例えばデスノートみたいなリアルなやつだとリアルに書いてほしいでしょうし、もっとコミカルなやつだとコミカルに書いてほしいっていうオーダーが入るので、それに合わせて書くのが普通かな。今の X 形は何で書いてるんですか？これ真ん中が取れる。四角いものを書くとき X を書くことで中心点が見つかります。どうしましょうかね。本当にこの看板全部無料ですとか。全部無料、店終わりじゃないですか。無料ですけど悪の契約的な。悪の契約無料ですけど1週間この店にいてくださいとか。出てきました。画鋲。画鋲を消失点に止めて、何の線になるんですか？今はガイドのラインを作っただけです。ただの。また X を書くテクニックが出てきました。とても便利なテクニックなのでマスターしましょう。消失点が遠い背景を描くときは長い定規を使います。今回は定規の長さが足りなかったので2つの定規を組み合わせます。3つの定規を同時に使ってすごい秘密の技。秘密じゃないんで、これだけだと結構動いちゃうんで、ブレないようにこっちやって。なるほど。今のキャラクターの輪郭を描いたのは一応その辺には背景描いてもあんまり意味ないよっていうのを分かっとかないと、例えばそのキャラクターのところに一番めんどくさいやつが来るときに描かなくてよかったのに描いちゃってめちゃくちゃ時間取ったとかは無駄な時間なんで。定規を使ってそれかパソコンのパース定規を使ってどっちがやりやすいですか？パース取るのは完全にパース定規の方がパソコンの方がいいですね。今の X のマークは黒く塗りつぶすところです。背景を描くためにできるだけ情報が欲しいですか？できるだけ欲しいですよ。
給料っていうか1日の仕事とかそれか1ページとか1コマそれは仕事場によりますね。あー月給の時もあるし、日給の時もあるし、時給の時もあります。今はレンガのはい、道中道をつけてもらえる。どういう素材が一番多いですか？地面はね、その街の雰囲気に合わせて全然違うと思うので、普通に普通の街ぐらいかなっていう設定だと、スタンダードにブロックみたいなデザインが分かりやすいかなっていう感じですかね。広いスペースを描くときにいつも何を描けば寂しくなくなるんですか？それ多分いわゆる汚しって言われるただ線描くだけじゃなくて、こういうのを少し入れるだけでちょっとディティールとしてこういう感じとか、あとはタッチ入れるみたいな、こういう。なるほど。汚しやタッチを入れると絵が寂しくなくなります。自分の絵にも早速使ってみたいですね。この辺にキャラクターが入りますっていう字が書いてあってそうそこだけ開けておくようにみたいなじゃあこういう輪郭を描くのも大事なところですね。そうあった方がありがたいですね。背景もっとうまく描きたい人はどんな練習ができるんですか？背景っていうよりどんだけの時間描いてられるか。自分でこうやって描いてると飽きたらやめちゃうじゃないですか。でもプロの仕事場入ったら終わらせないとダメなんで、飽きてようがなんだろうが終わらせるまで描かないといけないんですよね。なんでそれができるかできないかが多分プロと素人の差だと思うので、だから僕も学生の時って頑張って書いてても3時間ぐらいでちょっと飽きちゃってっていうのを繰り返すので、結局なかなか出来上がらないんですよね。でもプロになったらそれが嫌でも向かってやらないといけないんで、逆に言うとその3時間しかできなかったんだけど6時間とかが平均になってきて6時間向かってられるんですよね。これ看板何でしょうか。コツありますか？はっきり読めない字。四角の集合体みたいなのを書けば、例えばこう書いて、あとは輪郭を少し緩くしていって一文字のサイズこれぐらいだとしたら区切りとか作っていけばなんとなく字があるのかなっていう感じにはできる。そしてキャラクターを描けばいいですね。っていうか私どんなキャラクター最初に描いたっけ？すごい普通な。アシスタントが背景を描くときにはすでにキャラクターが書いてあることが多いですが、今回は背景を描いた後、清書の段階でキャラクターを描いていきます。はい OK ですかな。とりあえず下書きは終わりで、順序って正当な順序としてはキャラクターのペン入れが終わった後に背景のペン入れをするんですけど、それは何のためですか？ペン先を洗うため。こういうフレキシブル定規のもう一つの使い方がこんだけドジだったらスパイじゃないだろうと思うかもしれないけど、そういう行動を取ってるやつが近くにいることがどう見てもやばいですね